はい、こんにちは。革靴のケンです。今日は靴磨きやっていきます。磨くのはこれ、自分で作ったコードバンの靴ですね。結構ね、履いてます。というかもう最近はほとんどこの靴しか履いてなくて、それなりに磨いてはいるんですけど、あんまり気を使わずに、悪く言うと雑に履いてるので、結構ね、傷とかついてるんですよね。こうクリーム入れてブラシでさっと磨くっていうのをやってあるんですけど、そんなに本格的な磨きはしてません。ということで今日はこの靴を使ってコードバン磨きやっていきます。今この靴こんな感じになってます。だいぶね味が出てるんですよね。ただここ見てください。コンクリートにがっつり擦っちゃって、ここめっちゃね擦り傷ついてるんですよ。こういうのとか、この辺も傷ありますし、そんなに傷はね気にしてないんですけど、ちょっとこれさすがにあれなのでしっかり磨いていきたいと思います。全体的にね結構いいエイジングをしててすごい渋いんですけど、ちょっと綺麗に復活させます。ということでシューツリー入れて、靴ひもも取ろうかな。じゃあ磨いていきます。この前シルバノラッタンジの靴を磨く動画を出しまして、そっちの方で結構靴磨きはしっかりめにやったので、今回はコードバン特有の作業っていうところをメインにやっていきます。まずは普通に軽くブラシでホコリを払って、全体的に軽く汚れ落としをしていきます。こんな感じで結構綺麗になりましたね。次はクリームを入れていきます。この靴に使った革は新規規格のコードバンです。コードバンというのは皆さん知っているように馬のお尻の皮の一部ですごく光沢があるんですけど、普通の牛の皮とは繊維の方向が違うんですよね。こう縦に繊維が並んでる感じで、こういうシワのところとか、繊維が起き上がることで少しこう白く毛羽立った感じになりますね。この繊維方向のおかげで水に弱い皮と言われますね。水がつくとブクッといって、こう少しプクッとね水がついたところが水ぶくれのようになる現象があるんですけど、それを予防というか抑えるために僕は結構ねこのオイル、これラナパーです。ラナパーレザートリートメントってやつで、かなりオイルが強めなクリームなんですけど、こいつをね結構この靴には塗り込んでます。指に取ってこの履きじわのあたりを中心にグイグイと押し込むように塗ってます。もともとこのコードバンはオイルコードバンってやつで、コードバンの中でも少しオイルを多めに入れながらなめした革なんですけど、水に弱いという欠点をカバーするためにさらにねオイルを少し普通の靴よりは多めに入れながら磨いてます。ただやりすぎは注意ですね。オイルは皮を柔らかくするので、やりすぎると結構皮がねこうベタベタになって型崩れを起こしたりとか、オイルの入りすぎも皮には良くないので、少しこう指にちょっと取ってこうグイグイと押し広げるだけで結構効果はあります。ちなみにですね、このコードバングレージングコードバンというやつで、こう仕上げの段階でメノウというね石でこう表面を押しつぶして光沢を出してるんですよ。なのでこの辺のこう皮がよく曲がるところっていうのは、そのグレージングされた皮が少し起き上がってクリームがよく入るんですけど、この辺のねこう後ろの方、この辺って芯が入ってて全然折れ曲がんないんですよ。皮が曲がらないので、この辺はねグレージングがまだ結構効いてて、クリームを塗ってもあんまり入りませんね。なんですけど一応ねこうクリーム入れと念じながらグリグリと塗り込みます。だからこの靴は結構この場所によってオイルの入り方っていうのは違ってきてます。でコードバンのもう一つの欠点、ちょっと裂けやすいっていうところがあるんですよね。すごくね負担がかかるところは裂けやすいです。なので例えばこういう羽の付け根とか、こういう履きじわのあたりっていうのはクラックが入りやすいので、それを予防するという意味でもこの履きじわのあたり、このよく動くあたりにしっかりオイルが入っているのは大事ですね。よし、こんな感じ。こっちがオイルを入れた方で、こっちまだ入ってないんですけど、こっちが少しこう白っぽいのに比べて、こっちはねオイルが染み込んで少し深みのある光沢になっているのが分かりますね。で次はこのカッサ棒、コードバンケア用にアビースティックとか売ってますけど、水牛の角ですね。こ
これカッサ棒っていうのはこうグリグリとツボをしてマッサージするようなやつです。こんなつるっとした棒、これでこのコードバンの毛羽立ち押さえていきます。これ中にシューツリー入れてないと無理なので、必ずシューツリーは入れる必要がありますね。グリグリと毛羽立ちを寝かしつけるように押さえ込んでいきます。でね、この辺に傷あったんですよ。結構オイル入れると分かりにくくなってるんですけど、ここに擦り傷がありました。この傷なんかも結構ね、コードバンの場合潰すとほとんど見えなくなってきたりするので、この傷のところもグリグリ押しつぶしておきます。で、この靴、つま先見てください。このつま先のここ色が薄くなってるところ、何かに擦って擦り傷になってます。ちょっとここまで来てると、さっきのこの辺にあった擦り傷よりも結構深めなので、ちょっと押しつぶすだけだと消えません。なので少しだけこの紙やすりですね、これ320番です。優しくこの周辺を少しやすっていきます。ちょっと白っぽくなるところはね、やすると広がりますけど、この傷が目立たないように全体的に鳴らしていきます。様子見ながらですね。こんな感じでちょっと白っぽくなっているところが広がりましたけど、傷のザラザラ感っていうのは結構減りました。ここにもなんか傷あるんで、ついでにやっておきます。コードバンっていうのは普通の革と繊維質が違って、普通の革っていうのは一番上に銀面っていうのがあって、この一番革の強いつるっとしたところがあるんですけど、コードバンっていうのは銀面じゃなくて、もう銀面の下、革のこの内部削り出して、この中間あたりにあるのがコードバン層らしいんですよ。普通の革は削っていくと銀面がどんどんなくなっていくんですけど、一応コードバンには銀面という概念はないので、普通の革よりはこの削って傷を目立たなくするというのは理にかなっているかなとは思いますね。というか、コードバンを作る方法っていうのが革を削ることらしいです。革を削ってこの革の内部にあるコードバン層を出すという製造方法なので、多少ね、表面を少し削ったくらいでは質感っていうのはそこまで変わらないとは思います。ただこの革、さっきも言ったようにグレージングコードバンなので、革の繊維が押しつぶされているところっていうのを削っていることになるので、どっちにしてもやりすぎは注意ですね。こんな感じです。白っぽくなってるので、ここにこのクリームの色はチェスナットですね。この靴の色に合った色をちょっと指に取って塗っていきます。ほとんど傷は目立たなくなりました。傷を消してこの毛羽立っているところを押しつぶしました。この辺のザラザラ感っていうのが違うのが分かると思います。こっちの方が全体的に滑らかです。やってない方がこの履き地のあたりももちろんなんですけど、この全体的に少しざらつきがありますね。繊維を押しつぶした方はこの履きじわのあたりもそうなんですけど、全体的なざらつきも少し抑えられているのが分かります。じゃあブラッシングをしていきます。仕上げにワックスをつま先に少しのせていきます。結構コードバンの場合、つま先だけじゃなくて、こういう履きじわのあたりとかもね、ワックスのせてもあんまり割れないんですけど、あんまりギラギラにさせすぎてもエナメルみたいに見えてきたりするので、つま先だけ控えめにワックスをのせておきます。
で最後はヤギ毛のブラシで全体をブラッシングします。はい、ということでめっちゃ綺麗になりました。はい、こんな感じです。ピカピカですね。さすがコードバン。やっぱりこの履きじわのあたりの毛羽立ちをしっかりカッサボードで押さえておく。これがね、このツヤツヤにつながってますね。この辺ワックス全然塗ってません。なんですけど、これぐらい光沢が出てくるのはやっぱりね、コードバンの魅力ですよね。でこの靴、色付きのクリームを入れてケアしたことはないですね。さっきこのつま先の傷補修で少し色付きを使いましたけど、それが初めてですね。ずっとニュートラルのクリームでケアをしてます。もともとこのコードバン色ムラはまああったんですけど、よりエイジングが進んで何とも言えない経年変化の雰囲気っていうのがすごく出てきてますね。この辺にあったこの擦り傷っていうのはもう分かんないですね。結構がっつり気づいてたんですけど、磨くとほとんど分かんなくなる。これもまたコードバンの良さでもあるんですよね。コードバンってね、結構ね、こう擦り傷みたいなのつきやすかったりするんですけど、しっかり磨くと全然もう何があったのか分かんないぐらい治ってくれますね。ということでコードバン磨きをやりました。普段の磨きとして僕は2パターンやってます。今のラナパーを塗り込む場合とデリケートクリームを塗り込む場合、革にはオイルと水分が必要なので、オイルの役割としてはラナパー、デリケートクリームの役割としては水分という感じでこの靴はケアしてみてます。油分と水分って混ざり合いにくいので、僕はこの靴のケアするときはラナパー塗るときはラナパーだけ、デリケートクリーム塗るときはデリケートクリームだけっていうケア方法でやってみてます。それがね合ってるかどうかっていうのは僕もまだ分かんないんですけど、結構この通りかっこよくエイジングしてきてるので悪くないのかなと思ってます。ちなみにこのラナパーっていうのは結構僕は好きでして、蜜ろうホホバオイルとかがね入ってるらしいんですが、木型に皮が寄り添いやすくするように製作中に少し塗ったりしてます。塗りすぎは良くないですけど結構いいクリームですね。ということで僕のコードバングスのケアでした。ではまた。